Right from the start, he lured me in, took me to places I've never been. I think I'm in love, I think I'm in love. He might have bent me, but I didn't break. He rearranged the map I made, but I think I'm in love, I think I'm in love. Now am I crazy? Why can no one understand that I'll never find a better man? I'm just imagining a life without my baby, and I know this life ain't meant to be lived without him, without him. I know this life ain't meant to be lived without him. 皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆけです。皆さんオープニング見ました？いや、やばいですよねこれ。ずっと憧れ続けていたウルトラワイドモニター、ついにゲットしちゃいました。マジでかっこいいですよね。ほんとずっとテンション上がってるんですけど、今回ご紹介するウルトラワイドモニターはイノシンというメーカーのウルトラワイドモニターです。スペックは後で詳しく説明しますが、 IPS パネル採用していたり 144Hz 出たり、もうめちゃくちゃ良きです。基本的にウルトラワイドモニターって21対9と32対9の比があるんですよ。スペックは多少違いますが、この2種類用意しましたんで、それぞれの比較をしたいなって思います。ちなみに画面サイズは驚異の40インチ超え。とりあえずささっと組み立てていきましょう。組み立て方は2種類とも変わりはないので、32対9のモニターだけ組み立て方を紹介しますね。それでは始めていきましょう。それでは早速開封していきましょう。44インチっていうだけあってめちゃめちゃ箱がでかい。これ一人じゃ結構大変ですね。これ本当はね、こういうの2人でやった方がいいんですけどね。こうやって逆さまにすれば意外とスムーズに開封できるんですよ。なんかいろいろ出てきたけど。はい、それではオープン。うわ、まだカバーかかってた。とりあえずカバーかかったままでもいいか。そしたら付属品の確認していきましょう。まずはこちらですね、スタンドの足の部分。そしてスタンドの足に接続する支柱の部分ですね。そしてこちら、カラーキャリブレーションの紙が入っています。一つ一つモニターカラーキャリブレーションしてるのでめちゃめちゃ信頼性ありますよね。で、ご親切にこちら手袋まで入っていますね。液晶は素手で触ると油取れないので、こういう気遣いはめちゃめちゃありがたいです。そして、リモコンですね。こちら。21対9の40インチモニターには付属されていなかったので、後で実際にこちら使ってみましょう。それとドライバー。なかなかドライバー付属されてるのってめちゃめちゃ珍しいですよね。そしてこのドライバー画面傷つかないようにキャップもついています。非常に親切です。続いてケーブル類の確認です。まずは USB Type-A 対 Type-B のケーブルが1つ。そして USB Type-C 対 Type-C のケーブルが1つ入っていますね。そして DC ケーブルですね。最後に電源ケーブルです。HDMI ケーブルの付属はないみたいですね。そして説明書入っています。この説明書、ちゃんとした日本語で書いてあるので、かなりわかりやすいです。続いて、もしも画面が汚れてしまった時に、その汚れを拭き取るクロス入っていましたね。で、最後にネジですね。こちらのネジなんですが、三脚と支柱組み立てるためのネジになります。このような感じでガッチャンと、支柱組み立てていって、この穴の部分ですね。こちらにネジ止めするためのネジになってます。後で実際にやってみますね。そして、これ忘れてましたね。最後にこの一番大事なモニター。まだカバーかかったままだけど。いいでしょう。それでは気を取り直して、付属のスタンド部分の組み立てをしていきましょう。さっき軽く説明したから大体わかるとは思うんですけど、この足の部分にこの支柱部分、ガッチャンコします。はい。そしたらですね、この裏にネジ穴があるので、付属のネジでこの3箇所止めていきます。せっかくなんでね、付属のドライバーを使っていきましょう。はい、それでは組み立てが完了しました。こちら結構安定感もあって、この足の部分あんまり前に出てこないので、あんま圧迫感もなくて、すごい使いやすそうですね。結構高級感もあります。で、こちらのバカでかいディスプレイの後ろにスタンドを取り付けるマウントがありますので、カバーをつけたまま裏返しにしていきます。やっぱり裏返す時に液晶部分が下になるので、液晶が傷つかないようにカバーをつけたまま裏返しましょう。
そうそう、この時のためにカバーつけっぱなしにしといたんですよね。この時は2人で作業した方がいいと思いますよ。てかこれ多分向き間違えましたね。表裏逆にしとけば最初から裏側が来たんじゃね。まあいっか。はい、こんな感じでようやくモニターの裏側出てきましたね。こちらのモニターの裏側の部分にスタンドのコネクターがあるので、こちらにスタンドをガッチャンコしていきたいと思います。それではですね、実際にこちらのスタンドを取り付けていくんですが、このスタンドのこの上の部分、爪の部分ですね、こちらをモニターのコネクターの部分に引っ掛けるような感じでガッチャンコしていきます。これめちゃめちゃ簡単なんで見ててください。はい、これだけ。これめちゃめちゃ簡単でしょ。で、こちらのマウントなんですが、ベサマウント対応になってますので、他のモニターアームとかにも対応できるのめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、こちらのインターフェースの方は左から USB Type-C と、HDMI ポートが2つですね。そしてディスプレイポートが1つついています。で、オーディオ出力ですね。で、こちら側は USB 3.0 が3ポートついていて、USB のインが1つと電源ポートが1つついています。ここ結構好みは分かれるところだと思うんですけど、今回のこのイノシンの外部ディスプレイは、ディスプレイの裏側、後ろ側ですね、にコネクターが付属されています。結構他のメーカーって、ディスプレイの下にコネクター付属されているタイプ多いと思うんですが、僕個人としてはディスプレイの後ろ側に付属されている、こちらのイノシンのようなディスプレイが好みです。理由としては個人的にはね、下より後ろの方が差しやすいんですよね。Mac に慣れてるからかもしれませんが、ここは結構好み分かれる部分だと思います。で、このモニターすごいのが、この USB Type-C 65W の給電性能を兼ね備えています。ノートパソコンなんかにつないだ時に、充電をしながらモニターを使うことができますので、バッテリー切れの心配ありませんよね。で、こちらのモニターの下部には、モニターを操作するためのボタンがついています。リモコンがついているので、あんまり使わないかもしれませんね。はい、それでは2つ並べてみました。ようやくモニターの見えですね。お待たせしました。こちら側が41の21対9のモニター。そしてこちら側が44インチの32対9のモニターになります。先ほど組み立てたのはこちらですね。どちらもバカでかいです。で、両者の大きさ比較してみると、縦幅、こちら側の方が10センチぐらい大きいですね。横幅は44インチの32対9の方が大きくなっています。32対9ってことは、いつも僕ら使ってるの16対9じゃないですか。それの倍です。要は、16対9のディスプレイが2つボンボンと横に重なった感じです。はい、続いては彼らのスペックの違いを見ていきたいと思います。上がですね、40インチ21対9のタイプ。下が44インチ32対9のタイプになります。続いて解像度。上がですね、3440×1440。下が 3840×1080。2台とも 4K には対応していなく、フル HD のスペックですね。続いてはパネル方式。パネル方式は2台とも最も液晶の中では最高とされている IPS パネルです。視野角めちゃくちゃ広いです。続いてはコントラスト比。上は1200対1なのに対して下は1000対1。上の方が若干コントラスト比高いみたいですね。続いては輝度。上は400ニト、下が350ニト。こちらも上の方が若干輝度が高いみたいですね。続いてリフレッシュレート。上が 144Hz、下が 120Hz。こちらも上が若干リフレッシュレート高いみたいです。最後にスピーカー性能。上が 5W スピーカー搭載、下が 2W スピーカー搭載。そもそもスピーカー搭載してること自体が嬉しいですよね。ざっと両者のスペックはこんな感じですが、スペック的には上の40インチモニターの方が一歩上を行っているといった感じでしょうか。ほんとごくわずかな差ですけどね。リフレッシュレートとかは両者とも 120Hz を超えていて、ゲームをするのにも適してそうです。さて続いてはサイズと重量です。40インチの上のモニターは横幅 99.4 センチ、縦幅 41.8 センチ。スタンドを含めるともう少し縦幅は大きくなりそうです。20センチぐらいですかね。重量はスタンドと合わせて 11kg 弱となっています。44インチの下のモニターは横幅驚異の1メートル超え、108.9 センチ。縦幅は 28.6 センチとなります。重量はスタンドを含めて 11.5kg。
どちらもこれバカでかいですが、デュアルモニターにされている方なんかは継ぎ目がないのでマウスもスムーズに動かせるし、大画面でゲームもできるし、メリットはもちろん大きいですよね。それと僕みたいに iMac を使ってて、モニター複数台つけたいんだよなーって考えてる方とかにもいいかもしれないです。iMac って1台しかモニターつなげられないんですよね。このモニターをつなげれば、1台つないだとしても大きさ的に2台分の大きさがあるので、そういう方には本当におすすめです。はい、それでは両者でアスペクト比のあったゲームをするとこんな感じです。画面では伝わりづらいかもしれないんですけど、本当に臨場感すごくて、没入感がえぐいです。こういったウルトラワイドモニターって湾曲してるタイプってあるじゃないですか。やっぱりそういう湾曲しているタイプと比較すると没入感ちょっとは劣るのかもしれませんが、こちらのウルトラワイドモニター、なんといっても天下の IPS パネルが採用されていますので、視野角えぐいぐらい広いんで、正面で操作していても見づらいとかそういった不満全く感じませんでしたね。はい、今ですね、32対9、44インチのモニターを使って PVP モード、いわゆるピクチャーバイピクチャーモードですね、使っています。先ほども軽く説明しましたが、32対9っていうのはいつも僕らが使っているモニター16対9を横に2つボンボンと並べたような形になっています。ということはですね、ピクチャーバイピクチャーをしてもすっきり収まるってことになるんですよね。ほら、全く余白もなく2画面使えていることがわかると思います。それでは比較のために21対9のモニターを使ってピクチャーバイピクチャーモードをやっていきましょう。はい、それではこちらが21対9のモニターの PVP モードになります。21対9のモニターで PVP モードを行うと、こちら16対9の設定にしているんですが、この上下の余白が気になって、この画面いっぱいにしてしまうと、ほぼ正方形なので縦伸びしてしまうんですよね。なので PVP モードは32対9が分がありそうですね。続いてこちら PIP モードです。ピクチャーインピクチャーモードですね。こちら32対9の44インチのモニターになります。こちら今右上に PS5 の映像。で、メイン画面が PC の画面になるんですが、PS5、こちら見てみるとわかるんですが、32対9でアスペクト比固定されちゃってるんですよね。プレイステーション5側でアスペクト比の変更できるんじゃないかって思ってみたんですが、こちらアスペクト比の変更はできないみたいですね。なのでこんな感じで横伸びになっちゃうんですよね。続いてこちら40インチのモニターになるんですが、こちらも同じく右上の PS5、こちらが横伸びしてしまっています。なので32対9も21対9もちょっとゲームのプレイするにはきついかなって思った印象でした。基本この PIP 使う人ってこっちの画面でゲームをして、で、メイン画面の PC の方の画面でゲーム配信をするって人がほとんどだとは思うんですが、僕個人はそういった使い方はしないので、いらないんですが、そういった使い方する人はかなり注意が必要だと思います。はい、続いてはですね、ウルトラワイドディスプレイの醍醐味とも言える動画編集をしていきましょう。今回はですね、普段僕も使用している Final Cut Pro の編集画面を表示しています。いや、これね、ほんとどちらも作業スペースめちゃくちゃ広いんですよ。なんで、こういったスクロールする頻度もかなり減るんですよね。本当に作業しやすいなと思いました。これ動画編集の効率かなり上がりますね。見ていただいてわかる通り、やっぱり下の32対9のモニターの方が、かなり横幅も広くて作業スペース広い分、編集しやすいんじゃないかなと思います。個人的にはですね、編集画面1画面で作業するよりは、このように画面を分割して左側に編集画面、右側に動画に挿入するときに必要な画像のファイルなどを開くようにしています。こちら40インチなんですが、こちらは3分割に分割していて、下は44インチになるんですが、こちらは2分割に分割しています。2分割に分割するんであれば、やはり44インチディスプレイの方が自然なアスペクト比で使用することができるんじゃないかなって思いますね。続いてはですね、各ディスプレイの音質の比較していきましょう。そもそもディスプレイ自体にスピーカーが搭載されていること自体、それで優秀なんですが、スピーカー性能いいに越したことはないですよね。なのでですね、今回こちらの2台を、比較していきたいと思います。まずこちら、32対9の44インチモニターですね。こちらには 2W 出力のスピーカーが搭載されています。で、上、こちら40インチの21対9のモニターですね。こちらには 5W 出力のスピーカーが搭載されています。まずはこちら44インチの 2W のスピーカーで流していきたいと思います。Open eye, feel the waves cut through me.
続いては上、40インチの 5W 出力のスピーカーで流しますね。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. いかがでしたか？音質的には40インチディスプレイの方が圧倒的に良かったですよね。これ動画鑑賞にもかなりバッチリですね。こちらの44インチディスプレイの方は、結構スカスカな音だったんですよね。おまけ付きのスピーカーって感じだったんで、結構ゲームプレイでも動画編集でも、音って結構大事じゃないですか。なんでこちら使うときは、外付けのスピーカー別途搭載した方が良さそうですね。そしたら続いては画質の方、ちょっと見ていきましょう。画質かなり綺麗じゃないですか。このようにですね、それぞれのアスペクト比に合った映像を流すと、かなりどちらも大迫力なんですよね。こちらですね、どちらも IPS パネル採用されているので、上下左右、どこから見ても本当に鮮やかな映像を楽しむことができるんです。アスペクト比に合わない映像、要は16対9のいつも僕らが見てる映像ですね、を流すと、このように左右に黒帯が出てしまって、この空間かなりもったいなく感じますよね。こちらどちらも同じ HDR 対応の映像を流してるんですが、気持ち上の40インチディスプレイの方がちょっと鮮やかに見えませんか？こちらの下の44インチディスプレイの方は、DCI-P3 のカバー率約 90% になるんですが、上の40インチディスプレイの方は DCI-P3 のカバー率 95% となっていて、もしかしたらその違いなのかもしれないです。ちなみにコントラスト比も上の40インチディスプレイの方が少し高くなっています。しかしどちらも映像のコントラストを際立たせてくれるローカルディミングには対応しているようなので、通常のモニターよりもかなり奥行き感出ているように感じますね。先ほど、左右の余白気になるって話したんですが、こちら YouTube や Wikipedia なんかのレスポンシブに対応しているサイトなんかは、こちら全画面に表示することができるので、人によってはかなり使い勝手いいんじゃないですかね。ただ個人的にはこうやってブラウザ分割するのがおすすめですね。一度に様々なサイトから効率よく情報を収集することが可能になっていますよね。最後にですね、各種設定になるんですが、設定するときは40インチモニターも44インチモニターも特に差はないんですね。ただ44インチモニターはこうやってリモコンがあるので、操作が楽になってますね。このようにですね、本当に設定できる項目もめちゃくちゃ多くて、こういったブルーライトの軽減設定なんかも可能なんですよね。これ本当嬉しいですよね。PBP や PIP、先ほど説明したやつなんかもここで設定することが可能になっています。はい、今回はですね、イノシンさんの40インチディスプレイと44インチディスプレイ、ウルトラワイドモニターの比較をしていきました。最後にですね、40インチモデルと44インチモデル、どちらがどんな人に向いているのか紹介して終わりたいと思います。こちら上の40インチモデルですね。こちらは映画鑑賞に使いたい人とかゲーム目的で使いたい人に向いていると思います。下の44インチモデル、こちらは動画編集に使いたい人、現状デュアルディスプレイを使っている人に向いていると言えます。同じくですね、このイノシンさんからこういったモバイルディスプレイも販売されていますので、ワイドディスプレイを設置するスペースはないけど快適なデュアルディスプレイが欲しいっていう人にはこちらも個人的に本当におすすめです。僕今までこうやって MacBook Pro につなげて動画編集していたんですが、かなり本当に効率はかどりました。今回ご紹介させていただいた3つのディスプレイの価格帯ご覧のようになっています。興味ある方は概要欄にリンク貼っておきますので、概要欄からチェックしてみてください。これからもですね、こういった皆さんの暮らし豊かにするような情報を発信していきたいと思いますので、この動画いいなって思ったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録まだだよって方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆうけいでした。